元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回は前回制作したこのコンパクトなドリルガイド、多くの方に見ていただけて本当に嬉しかったです。ただ、いろんなドリルガイドがある中で何を使うのが一番正解なのか悩まれることも多いと思います。それで今回は私がドリルガイドをどういう場面でどれをチョイスして使っているのか、それをご紹介したいなと思います。まず最初に穴を開ける道具として何を使うか。一番精度が高いのはやはりボール板になります。ただ DIY でボール板を揃えるってなかなか難しいかなと思います。その中で出てくるのはこういった電動ドリルやコンパクトな先が六角タイプの電動ドリル。この2種類を使われることが多いかなと思います。例えばこの2種類の電動ドリル。大きな違いはこの取り付け部です。こちらはチャック式。こういった丸いドリルをこれで使います。で、こちらはコンパクトでトルクが変えれたり、回転数が変えれたりする電動ドリル。これはこういう六角のタイプが使えるドリルタイプです。精度的に言うとどちらの方が精度があるかっていうと、このチャックタイプです。これは軸のブレが全くないので、電動ドリルとして精度を求めるときにはこちらの方が精度は高いです。で、六角のタイプは脱着が簡単なので対応するんですけど、実際これはこれだけの軸のズレがあります。そうすると精度を出したいときってこの電動ドリルを使えばいいじゃないかってことになるんですけど、実際取り回し、私が持っているタイプは大きいので取り回しが結構めんどくさかったりします。こちらだと先をプラスビットに変えればそのままネジ締めにも使えるので、やはりどちらかというとこっちの方が利便性は高いです。じゃあこれを使うときにアシストしてくれるものがないと精度が出ないなということで、電動ドリル用のドリルガイドを使うようになるわけです。電動ドリルを使って貫通穴を開ける場合、基本は片側から開けるのではなくて両面から開ける、これが基本です。なぜなら例えばこの板に貫通穴を開けるとします。片側から開けると貫通した側は必ず穴が開れます。それにフリーハンドだとまっすぐ開けることは至難の業です。それを解消するために両面から穴を開けるというやり方をやります。ただ両面から穴を開けるには両方に墨付けをする必要があります。これなかなか面倒。それで私の場合はこういった両面から同じ位置に墨付けができるガイドを制作しています。でこれがあると、例えばこの2センチのところで穴を開けたいとき、ここに印を打って、この裏側、ここに2センチを打つと、同じ位置の表裏に墨付けを同時にすることができます。で、こことここで、この両面から穴を開けるという感じです。この方法を使うと、入り口も出口も綺麗な穴になるし、貫通穴を開けることができます。ただ、ここで問題になるのが、決して両方の穴はまっすぐではない。ただ貫通しているっていう状態です。貫通はしているけど、実は斜めに入って、斜めに入って貫通してるっていう状態。厳密に言うとそんな感じです。そうすると、ボルトを通したい時とか、かなり動きが渋くなったりします。そこで貫通穴であったり、通常の穴であったり、なるだけまっすぐ上げたいなっていう時に活躍してくれるのが、こういった自作のドリルガイドや、こういう市販のドリルガイド。これがあると、より精度を高めて、まっすぐな穴を開けることができます。まずこれが、角材を L 型に組んだだけの最も簡単で単純なドリルガイドです。これは、この L 字の角にドリルを沿わせることで、まっすぐをアシストします。これちょっと厚みが薄いんですけど、ここの厚みは30ミリとかあった方が使い勝手はいいかなと思います。
そしてスペーサーを使ったドリルガイド。で、こちらの方は 4mm、6mm、8mm、10mm までを使えるタイプを製作しています。これは一番コンパクトで取り回しが良くて、穴開けでは結構使っているものです。あと、貫通穴ではないんですが、2x4 用のダブ穴ガイド、1x4 用のダブ穴のドリルガイド、そして前回製作したスライドレールを使ってアシストするタイプ。最後に、これは SK11 かなのドリルガイドです。あくまで私の場合の使い分けなんですけど、私が一番使う穴開けはこの 30×40。最近はこれをよく使っています。で、その時の貫通穴とすると、精度をあまりいらない時は簡易ガイド。ある程度精度を求めたい時はスペーサータイプのドリルガイドを使っています。この穴開けでそんなに精度はいらないけど穴を開けたい時は、こちらが一番楽なのと、あと、スペーサータイプでは使えないサイズも使えるので、当てて、沿わして穴を開けるっていうやり方をやります。そして、精度を求めたいけど、ある程度サクサクっと穴を開けたいとき。これは、ここに穴を開けたいなっていうときは、まず、8ミリ通して、この先端を墨付け点に合わせます。そして、置いて、穴を開ける。で、この時に、このスペーサーとドリルには、これだけの隙間があります。で、この隙間は結構重要で、これがキツキツだと、ドリルの刃を傷めてしまうし、木くずの排出も詰まりやすいです。じゃあ、これでどうやってまっすぐにするかっていうと、この、どこにも当てない状態。この中で、このスペーサーの内径のさらに真ん中。ここにドリルを立てて穴を開けると、より精度の高いまっすぐな穴開けができます。さらに、このスペーサーやドリルの消耗も少ないです。そして前回制作したこちら。これはスライドレールでドリルの送りをまっすぐにすることで、なるだけまっすぐな穴を開けるためのガイドです。で、これは 3×4 からこういった 2x4、このぐらいの厚みをアシストしてくれるものとして制作しました。実際、これはこういったチャックタイプを先端につけても使えるし、ドリルのサイズも選びません。装着もホルダーに乗せて、後ろからロックの圧力をかけて、ストッパーを止めます。これで、振ってもずれないドリルガイドになっています。で、あとは、穴開けをするだけ。で、この時も、そうは言ってもやはり、精度のズレはあります。なので、これでも半分開けて、裏から半分開けての方が精度は出せます。で、こちらの製作で作ってはみたものの、なかなかまっすぐに穴開けできないよっていう場合は、このスライドレールの穴位置、これを左右では微調整して、こちらの精度が出ていないっていう時は、ここにサンドペーパーとかずれている分を補正できる部分のものを貼ったりして、まっすぐを補正すれば、より精度の高いドリルガイドになると思います。最後に、この SK11 のドリルガイド。これは確かに機能としてはすごくよくできていて、これでスライドができて、このストッパーで深さを設定することもできます。さらに、ここに角度調整ができるので、穴の角度を自由に設定することができます。あとは、丸棒を置いて穴開けをしたり。あとは、こうやってピンを逆にすることで、木材のセンターに穴開けをすることもできます。ただこれはどうしても道具としてはかなり大きな道具になります。なので 2x4 とかを多く使われる方ではサイズ的にちょうどいいんですが 30×40 の角材に穴を開ける場合には逆に大きすぎて取り回しが面倒です。非常に優れたいろんな機能がついてるんですけどこれだけのガタが出ます。金属製ならまだいいんですけど、プラスチック製の場合だと、こういうねじれもあるので、100% の合成精度を求めるとちょっと辛いところもあります。
で、さらに、こういう角度を変えて穴を開けることは可能なんですけど、多分、ちゃんと精度が出るのは15度ぐらいまで。これ以降はドリルが逃げてしまうので、どん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 、こう、穴が曲がっていくような感覚があります。そういうことで、ただ単純に穴を開けるっていう作業に対して、これだけのものをだんだん揃えていくことになるのかなと思います。あとは実際に穴を開けるサイズ。そして穴にダボを打つだけなのか、ボルトを通すのか、そしてここを止めるだけなのか、稼働させるのか。その用途と精度、求める精度に合わせて、いろんなドリルガイドを揃えてもらえばいいのかなと思います。これはあくまで私の感覚なんですけど、どのジグガイドを使ったとしても、使いこなして精度は80%ぐらい。ボール板を100としたら、だいたいそのぐらいかなと思っています。木工で言えば、8割まっすぐ穴が開いていれば、ほぼまっすぐと見ていいかなとも思います。いかがだったでしょうか？やっぱり、木工をやる上で、まっすぐな穴を開けるっていうのは、皆さんすごく悩まれたり、苦労されたりしてるんだなっていうのは、視聴回数とかを見てて、すごく感じました。今回の私の解説を、参考にしていただいて、また、いろんな DIY YouTuber さんの動画も参考にして、自分のスタイルに合ったやり方、自分の癖に合ったやり方をチョイスしていただければいいかなと思います。モットチャンネルでは、このような DIY 初心者講座やジグ制作、制作動画などを配信しています。また、モッツ工房では家具や雑貨などの動画を配信しています。よろしかったら、こちらもチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。